こんにちは。仕事に役立つ文房具の店店の仕事道具店の店長店です。今日は私が最近買った文房具を紹介します。まだね、使用前なので細かいレビューはあまりできないんですけども、どれもこれもね、使うのがすごく楽しみな文房具を買えたなと思ったので、ぜひね、紹介させてください。一つ目はユニボールゼントフローモデルとスタンダードモデルを1本ずつ購入しました。で、こちらはフローモデルが1100円で、スタンダードモデルが275円。で、中のね、インクは両方とも同じです。もともと愛用していたユニボール1と同じね、可動式のクリップが採用されています。で、2本のあるうちの青い方がフローモデル、アルマイト塗装を施したアルミ製のグリップで、グレーがスタンダードモデル、指や手が当たる場所を広くカバーするロングラバーグリップタイプになっています。ゼントは新開発されたゼントインクを搭載しているようで、インクの特徴としては、このインクの広がりとか滲みを抑える引き寄せ粒子っていうのがね、入っているそうです。で、ペン先は 0.38mm とそもそも細めなんですけど、筆記線はさらに細い感じがするので、滲みがないんだなっていうのがね、実感できます。持ち心地としてはスタンダードの方がフローモデルに比べて軸がね、細く感じます。ただラバー部分が広範囲なので、握っていてね、滑る感じはないです。ただフローモデルは本当になんかいい感じの重さもあって、ペン自体が持っていってしっかりとね、手にフィットして安定します。ちなみに手持ちのユニボール 1P と線をね、比較してみました。黒がくっきり見えるのはやっぱりユニボール1の方のインクで、同じね 0.38mm のペン先なんですけど、筆記線はね、一目瞭然で、やっぱゼントの方がね、細かったです。次はパイロットの万年筆コンバーターコン40というね、読み方ちょっとわかんないんですけど、そういうアイテムです。最近愛用しているパイロットの角の万年筆のカートリッジを使い切ってしまったので購入しました。パイロットのね、コンバーター使うの初めてなので、説明書をね、ちょっと読みながらセットアップしていきます。ちなみにインクはね、ガラスペン用に買って、持て余していたパイロットの色しずくシリーズから月夜というね、カラーです。インクの補充とかね、カートリッジの交換の時って手も机もインクでね、汚れがちで、未だにうまくできないんですけども、今回は右手の人差し指の爪が青く染まっただけで、被害はね、最小限に抑えることができたと思います。よかったよかった。そしてパイロットのね、純正インクと純正コンバーターを使ってるので、特に問題なくインクが出ました。もともと黒インクが入っていて、ちょっとね、私が洗わなかったので、最初は少し黒めに色がね、出始めたんですけど、しばらくするとね、青か紫みがかかったいい色合いの線が引けました。これでまた日記がね、書けます。ちなみに角の万年筆にはまって全色軸の色ね、集めてしまったので、ちょっと全てにコンバーターを使うのはしんどいかなと思って、インクカートリッジも合わせてゲットしました。両方ね、使い込んでいこうと思います。次はライフからヤママ文具とライフのコラボでカバー付き付箋です。ちょこちょこね、おしゃれな文房具屋でこれ見かけていて気になっていました。で、こちらは使い切りタイプで、カバーの色違いで中の紙も方眼タイプとか横系タイプっていうね、展開がありました。中の紙はライフのオリジナル用紙 L ライティングペーパーの付箋紙で、万年筆のインキでも裏抜けが少なくて滑らかな書き心地が特徴だそうです。ということで、ボールペン、シャーペン、万年筆、どの筆記具でもね、確かに書きやすくて、なんかしっとりとしたね、書き心地。ちなみに後から調べてみたら、カバーがレザーになっていて、リフィルを交換できる、同じような商品がね、あるらしくて、そっちがね、欲しかったです。で、紙の裏側の3分の2が糊付けされています。粘着も次の紙に残ることなく、またね、カバーも中の紙もね、高品質だなという感想。多少反りが出るので貼り付けるときにしっかりとまっすぐになるように押し付けてあげる必要がね、ありそうです。次はエポックケミカルから小さなボード消し消しというね、アイテム。これはね、もう見た目から衝動買いしました。届いた時はパーツに分かれているので、組み立てる必要があります。組み立てね、めっちゃ簡単です。ティッシュとかキッチンペーパーを小さく折って、この黒板消しに挟み込んで、あとはパーツをパチッとね、はめるだけです。
こちらの商品ね、見た目で衝動買いしたので、使い方をちゃんと読んでなくて、これもしかして使うたびにティッシュ交換する必要があるのかなと、ちょっとね、残念と思ったんですけど、意外とティッシュ汚れない。しばらくはね、同じティッシュで使い続けられそうだなと。あとはそもそもね、ティッシュでホワイトボードのインクが消えるって知らなくて、最初はね、本当に消えんのかなと思って疑ってたんですけど、スルスルとね、ほんと綺麗に消えるし、ボードも全然傷ついてなさそう。で、本体の横にマグネットがついてるので、そのままボードにピタッと貼っておいて、そのまま置いておくことができます。ティッシュの色がね、白く目立つのがちょっと残念だけど、全体的に満足してます。買ってよかったな。次は桜クレパスからこまごまファイル。私は白とね、黒を買いました。取っ手がついていて持ち運びできるし、中はね、多ポケットになっているタイプのファイル、ホルダーになります。SNS でね、よく見かけていて便利そうだなと思って購入。元は子供の折り紙とかシールとか細々したものを入れて収納できる用途だったみたいですね。で、SNS ではね、手帳に使う文房具たちをまとめて入れられると話題になっていましたが、私はね、そこまで紙物が大量にあるわけでもないしなと思っていて、そしたらね、細々した商品サンプルがそういえばたくさんあったなっていうので思い出しました。サイズがね、異なるものをどんどん収納できるし、本体が自立するので、そのまま置いておくだけで収納になります。他ポケットもどこに何が入っているのかっていうのがすごくわかりやすくて、上からね、さっと取り出せてすごく便利でした。いずれ当店でね、取り扱いたいと思ったんですけど、背拍子がね、ちょっと 3.5 センチくらいあって、当店では2センチくらいまでの商品しか配送の都合上ね、取り扱えないので、残念ながら家だけで使おうと思います。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。最後はこちら、キングジムからホルポというね、ゴミ箱ポーチ。かなり前からゴミ箱ポーチのね、存在は知っていて、気になっていました。で、最近ね、外出した時にウェットティッシュのゴミが捨てられなくて困ったことがあったので、もういい加減買おうかなと思ってこのタイミングで購入。ホルポは専用のゴミ袋がね、販売されていて、初回はこれが1個ね、くっついてきます。では説明書を見ながらね、ゴミ箱セットしていきます。今ね、私オランダに住んでいるんですけども、外食する時とかにお手拭きが出てこないので、それでね、ウェットティッシュを持ち歩くようになりました。レストランであればね、そのまま捨ててもらえるんですけど、食べ歩きとかだとなかなかね、そうもいかず、一応街中にゴミ箱はかなりの数設置されているんですけど、そこにたどり着くまでの間に行き場のないウェットティッシュをどうしたもんかと思って今回ね、購入に至りました。で、楽天でね、購入したんですけど、公式サイトだともっとね、可愛いカラー展開があったので、そっちにすればよかったなって思ったのと、思ったよりサイズが大きかったので、これの2つ折りサイズ、小さい方のサイズが販売されていて、そっちでよかったなと。なので、使い心地がね、良ければ小さい方に買い替えようかなと思います。本体もポーチとしてね、小物が入るので、お出かけが楽になりそう。口の部分が若干開きにくいんですけど、使ってれば慣れるのかなと期待しています。使うのがね、すごく楽しみです。最後までご覧いただきありがとうございます。月に1回くらいバーッとね、文房具買うので、この動画好評だったらまた自腹購入文房具紹介っていうのをね、買うたびにやっていけたらなと思います。